ユーズエフェクトが難しすぎるのだ。ずんだもん、どうしたの？どうしたもこうしたもないのだ。ユーズエフェクトの依存配列を空にしたらマウント時に実行されるとか、依存配列に入れたステートが変わるたびに再実行されるとか、ストリクトモードだと2回実行されるとか、複雑すぎて覚えてられないのだ。それはきっとユーズエフェクトのことを誤解してるからだよ。誤解？依存配列を使って実行タイミングをコントロールするって考えられがちだけど、ユーズエフェクトのコンセプトを深く理解して、クリーンアップ処理をきちんと書いてエフェクトをべき当にする。依存配列は ES リントを使って機械的に設定するというルールを守っていれば、息をするようにユーズエフェクトが書けるようになるよ。本当なのだ。難しくないリアクト。それじゃあユーズエフェクトの使用についてよくある勘違いに触れながら解説していくよ。まずは依存配列の意味だよ。知ってるのだ。ユーズエフェクトは絶対にマウント時に発火して、依存配列を省略したら再レンダリングのたびに毎回発火して、空配列ならマウント時だけでその後実行されず、空じゃない配列ならその値が変わるたびに実行される。そう覚えているのだ。実はルールは3つじゃなくて2つだけなんだよ。そうなのだ。依存配列を省略した場合はレンダリングのたびにエフェクトを発火して、依存配列がある場合、指定した値が変わった時以外はエフェクトの発火をスキップするという意味なんだ。上の書き方はデフォルトだけど、エフェクトが無駄に発火するから各機械はほぼ皆無で、実際には詳しくは後で説明するけど、依存配列をよしなに指定して書くことになるよ。未指定と空配列でややこしいと思ってたけど、未指定なら間引かないので毎回実行されて、空配列なら間引くのでマウント時にだけ実行されるってことだったのか。そう、だいたいそんな感じだよ。一つ目の誤解を解いたところで、ユーズエフェクトの詳しい挙動をデフォルトの場合から見てみよう。まずコンポーネントのライフサイクルってどんなだったか覚えてる？初めてレンダリングされるのがマウントで、ステート更新によって再レンダリングされて、レンダリングされなくなるのがアンマウント。コンポーネントはそんな一生をたどるのだ。正解だよ。これにエフェクトのライフサイクルを結びつけてみると、レンダリングの直後にセットアップ処理を実行して、次にレンダリングした時には一度エフェクトをクリーンアップしてから改めてセットアップ処理を実行するよ。そしてコンポーネントがアンバウントされた時に最後のエフェクトがクリーンアップされるんだ。オブザーバやイベントリスナーを接続したままにしてると、再レンダリングのたびに登録されるオブザーバが重複して変な挙動を引き起こしたり、メモリを無駄に圧迫したりするから、新しいのに入れ替えて古い方は片付ける必要があるのだな。近づいてみてみると、正しく書いたユーズエフェクトはセットアップ処理とクリーンアップ処理の単純なサイクルの繰り返しになるんだ。そうか、ストリクトモードではマウント直後のエフェクトが2度実行されるけど、短いライフサイクルが1回分追加されるだけだから大したことないのだ。そうだよ。複雑に思えたエフェクトの挙動もこのライフサイクルの知識に基づいて考えるとすっきり理解できるよ。エフェクトの根本的なコンセプトが分かったら、次は依存配列の書き方を見てみよう。そうなるとマウント時に実行したいから依存配列を空にするっていうのはおかしいのだ。その通り。関数の中でリアクティブな値を使わなかったから、マウント時にだけ実行されたということはありえるけど、実行したいタイミングが決まってるからその通りに動くようにと言って依存配列を自由に削除するべきじゃないよ。エフェクトの関数がリアクティブな値を一切使っていないとき、依存配列は空。関数の中でリアクティブな値を使っているときはそれらを素直に依存配列に列挙するんだ。だから
ES リントを使うことで型チェックと同じ感覚で依存配列に漏れがないかチェックできるし、依存配列の内容の入力を ES リントに任せることもできるんだ。だったら思ったよりも簡単なのだ。ES リントで簡単に書けるのは分かったけど、実行されるタイミングがこんなに分かりにくいのはなぜなのだ？いい質問だね。それは取りこぼしは NG だけどやりすぎは OK という考え方がベースだからだよ。リアクトのコンポーネントの中でアシたちが書くコードは、必要そうならとにかく更新する、重くなるときはメモ化して使い回すっていう風に書くのが基本なんだ。だからユーズエフェクトを使うときもリアクトはできる限り取りこぼさず確実にエフェクト関数の中身を実行しようとするんだ。前の章でストリクトモードの話をしたのが伏線みたいになるけど、クリーンアップ処理がきちんと設定された適当なエフェクトになってさえいれば、無駄な実行はあるかもしれないけど明らかな不具合を自然と避けることができるんだ。分かったけど、実際の画面を開発するときには暴発して困ることってないのだ？そこを語ると長くなるので公式ドキュメントに任せるよ。エフェクトを使うべきでない場合もあるよ。動画はまだ制作中なのでちょっと待ってね。これでエフェクトが実行されるタイミングがよくわかったかな？よくわかったのだ。依存配列はどう指定するんだったかな？サイレンダリングごとに発火して無駄が多くなるから、依存配列の省略はせずに、関数の中で使うリアクティブな値をごまかさずに全て列挙する。基本的には ES リントで自動保管してチェックもかけるのだ。その通り。じゃあそのように依存配列を指定したとき、エフェクトのセットアップ処理とクリーンアップ処理はどんなタイミングで実行されるのかな？最初のレンダリング、つまりマウントの直後に初めてのセットアップ処理が発火した後、再レンダリング直後に依存配列に含まれるリアクティブな値が更新されていれば、クリーンアップした後改めてセットアップ処理を実行する。差分がなければ無視して、最後にはコンポーネントがアンマウントされた直後に最後のクリーンアップ処理が実行されるのだ。これで完璧だね。ユーズエフェクトの仕様、すごく複雑だと思ってたけど、実はこんなに一貫性のあるルールだったのだな。そうだよ。ユーズエフェクトはエスケープハッチ、つまり他の機能で実装できない時に使う最後の手段だけど、必要になった時にはこの動画を思い出してね。ペンにも記事があるから、文字で読みたい人はそっちを見るといいのだ。それじゃまたね。